私の専門はマーケティングです。慶應義塾大学商学部の高田秀介です。私はこれまでマーケティングの中で特に流通チャンネルとマーケティング戦略に焦点を当て、様々な研究を行ってきました。今回はそのうち流通チャンネルの分野から一つの研究を取り上げ、紹介したいと思います。私が大学院生の頃から一貫して関心を持ち、研究を続けているのが流通チャンネルの選択についてです。製造業者にとって流通チャンネルの選択とは、自社の製品を販売する上でいかなるチャンネル形態を用いるかということであり、卸売段階では内部の営業部門など直接チャンネルを用いるか、それとも外部の卸売業者など間接チャンネルを用いるかということです。これは流通チャンネルのどの教科書にも必ず載っている重要な普遍的な問題です。まず、この卸売段階のチャンネル形態の実態を確認しておきましょう。こちらは私が日本の製造業者に対してアンケート調査を実施し、把握したものです。ここでは製造業者を間接チャンネルを主に用いているグループ、間接・直接チャンネルの両方を用いているグループ、そして直接チャンネルを主に用いているグループという3つに分けて、それぞれの数と割合を示しています。また、その表を企業に部品や機械などを販売する生産材製造業者と、消費者に食品などを販売する消費財製造業者に分けて示しています。この表から生産材では消費財と比べて直接チャンネルを主軸に据える製造業者の割合が高いことがわかります。それに対して消費財では生産材と比べて間接チャンネルをメインとする製造業者の割合が高いことがわかります。次に、こうした卸売段階のチャンネル形態の実態を踏まえると、生産材でも消費財でも直接チャンネルを利用する割合が高い場合もあれば、逆に低い場合もあることがわかります。それでは、この直接チャンネルの割合はどのような要因によって決まってくるのでしょうか。この問題に関して取引費用理論という分析レンズを用いた研究が昔から盛んに行われており有力です。他方、この取引費用理論は完全ではなく、その不十分な点を補うべく、ケイパビリティ理論という新しい分析レンズが登場し、発展しています。こうした中で私は、その2つの理論それぞれから重要な要因を取り出し、適切な場所に位置づけ、ここに示すような卸売段階の直接チャンネルの割合を説明する概念モデルを構築しました。そして、この概念モデルの経験的妥当性を確認すべく、日本の製造業者を対象に実証分析を行いました。生産材製造業者を対象とした分析結果はここに示す通りであり、この概念モデルにおけるすべての関係が確認されました。中でも製品の技術的複雑性が高まるほど、製品の販売において特別な知識や経験など特殊な人的資産が必要となり、この特殊な人的資産を取引費用節約的に確保・保護すべく直接チャンネルの割合を高めること、この一連の関係が相対的に強く、より重要であることが示されました。消費財製造業者を対象とした分析結果はどうかというと、食品などの消費財は部品や機械などの生産材と比べて技術的に複雑ではなく、このことも関係して人的資産特殊性をめぐる一連の関係は確認されませんでした。以上の研究成果は流通チャンネルの選択に関する既存研究の不十分な点を克服し、流通チャンネルの教科書の記述を書き換えるものであると考えます。マーケットに ing がついていることからもわかるように、マーケティングは変化し続ける顧客を起点として、まさに
生き物のように生き生きと動いている市場を対象としています。このことを念頭に置いて、いつの時代においても重要な普遍的な問題に着目し、既存研究の不十分な点を克服し、マーケティングの教科書の記述を書き換えるような研究を行いながら、AI やデジタルツインなど最新の重要な現象に注目し、実務家に新鮮なインサイトを提供し、マーケティングの教科書に新たな1ページを加えるような研究にも今後力を入れていきたいと考えています。